皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今日は神奈川県の横浜市について紹介するわね。横浜といえば、港未来や中華街が有名だな。わあ、行ったことあるわ。すごく楽しかったのよ。実は横浜って、日本の近代化を支えた超重要な街なんだぜ。へえ、そんなすごい歴史があるのね。それじゃあ早速、日本最大の市、横浜の魅力を見ていこうぜ。ゆっくりしていってね。まずは横浜市の基本情報から紹介していくぜ。横浜って確か、すごく大きな街よね。そうなんだ。人口は約377万人で、これは日本の市町村の中で最も多いんだぜ。一番なの。大阪市より多いのかしら。そうだぜ。面積も 437.71 平方キロメートルあって、かなり広いんだ。人口密度はどれくらいなの？ 1 平方キロメートルあたり約8630人だな。都市部としては程よい密度と言えるぜ。東京のすぐ隣だから、アクセスも良さそうね。その通り。東は東京湾に面していて、北は川崎市、南は横須賀市や鎌倉市、北は東京都町田市と接しているんだぜ。周りも有名な街ばかりじゃない。交通も便利で、JR、私鉄、地下鉄が縦横に走っていて、新幹線も止まるんだ。新横浜駅ね、乗ったことあるわ。ちなみに横浜市は、神奈川県の県庁所在地でもあるんだぜ。県の中心なのね。さすが日本最大の市だわ。次は横浜の歴史について見ていこうぜ。横浜って昔から大きな町だったのかしら？実はそうじゃないんだ。江戸時代までは、小さな漁村に過ぎなかったんだぜ。あの横浜が漁村だったの？そうなんだ。転機が訪れたのは1859年、安政6年のことだぜ。何があったの？日米州交通省条約に基づいて、横浜港が開港したんだ。これが横浜発展の始まりだな。開港って、外国との貿易が始まったってこと？その通り。江戸幕府は当初、東海道の宿場町だった神奈川宿を開港する予定だったんだが、予定が変わったのね。外国人と日本人の接触を避けるため、対岸の小さな村、横浜村、を選んだんだぜ。へえ、そんな理由があったのね。ところが開港後、横浜は急速に発展していく。外国商館が次々と建設されて、貿易の拠点になったんだ。一気に国際的な街になったのね。そして1889年、明治22年に市制を施行して、正式に横浜市が誕生したんだぜ。今から130年以上前なのね。ちなみに、横浜、という地名の由来も面白いんだ。どんな由来なの？現在の関内地区の南側、大岡川の河口付近に砂州があってな、それが入り江に横たわるように見えたから、横の浜、と呼ばれたんだ。それが、横浜、になったのね。わかりやすい由来だわ。でも横浜の歴史は、順風満帆じゃなかったんだぜ。どういうこと？ 1923年の関東大震災で、横浜は壊滅的な被害を受けたんだ。多くの建物が倒壊して、火災も発生した。大変だったのね。さらに1945年には横浜大空襲があって、市街地の大部分が消失してしまった。二度も大きな災害に見舞われたのね。でも横浜市民は諦めなかった。震災後も空襲後も、街を再建して復興を遂げたんだぜ。すごい、たくましいわね。そして1956年には政令指定都市に移行して、さらに発展を続けたんだ。政令指定都市って、大きな権限があるのよね。1989年には横浜博覧会が開催されて、港未来21地区の開発が本格化した。あ、港未来ってその時にできたの？そうだぜ。造船所の跡地を再開発して、未来型の都市空間を作ったんだ。現代の横浜を代表する場所よね。2002年には FIFA ワールドカップの決勝戦が、横浜国際総合競技場で開催されたんだぜ。世界的なイベントね。横浜はどんどん国際都市になっていったのね。横浜の観光スポットについて教えて。横浜は見どころがたくさんあるぜ。まずはなんといっても横浜中華街だな。わあ、大好きなのよ、中華街。日本最大級の中華街で、500以上の店舗がひしめき合っているんだぜ。お店がいっぱいで迷っちゃうわよね。本格的な中華料理はもちろん、食べ歩きグルメも楽しめるし、関帝廟やマソ廟といった寺院もあって見応えがあるんだ。お腹いっぱい食べたいわ。次に紹介するのは、港未来21地区だぜ。あ、横浜といえば港未来よね。横浜ランドマークタワーは、高さ296メートルで、展望フロアからの眺めは最高だぜ。夜景が綺麗なのよね。横浜赤レンガ倉庫も人気のスポットだな。明治、大正時代の倉庫を改装した商業施設で、イベントもよく開催されているんだ。
レトロな雰囲気が素敵よね。横浜コスモワールドという遊園地もあって、大観覧車、コスモクロック21がシンボルになっているぜ。あの大きな観覧車ね、写真でよく見るわ。山下公園も外せないスポットだな。海が見える公園よね。そうだぜ。関東大震災の瓦礫を埋め立てて作った公園で、氷川丸という船が係留されているんだ。船が展示されてるの？戦前に活躍した貨客船で、今は博物館船として公開されているんだぜ。歴史を感じられそうね。横浜港大桟橋国際客船ターミナルも面白いぜ。屋上が展望デッキになっていて、港未来の景色を一望できるんだ。しかも無料で入れるのよね。三景園という日本庭園も見事だぜ。実業家、原三景が作った庭園で、17.5ヘクタールの広大な敷地に、京都や鎌倉から移築した歴史的建造物が点在しているんだ。へえ、建物ごと移築したの？すごいわ。春の桜、秋の紅葉も美しくて、四季折々の風景が楽しめるんだぜ。日本の伝統美を味わえるのね。ファミリーなら、横浜アンパンマン子供ミュージアムや、ズーラシアという動物園もおすすめだな。子供が喜びそう。新横浜ラーメン博物館も人気だぜ。全国の有名ラーメン店が集まっていて、食べ比べができるんだ。ラーメン好きにはたまらないわね。一日じゃ回りきれないくらい見どころがあるのね。横浜のグルメについて教えて。横浜は港町だから、いろんな食文化が育まれてきたんだぜ。中華料理のイメージが強いけど、他にも美味しいものがあるのかしら。もちろんだぜ。まず紹介したいのがサンマーメンだな。サンマーメン？サンマが入ってるの？違う。イクマ麺と書くんだ。醤油ラーメンの上に、もやしを中心とした野菜のあんかけが乗ってるんだぜ。へえ、横浜発祥なのね。そうなんだ。昭和初期に中華料理店で生まれたと言われていて、今でも市内の多くのお店で食べられるんだぜ。あったかくて美味しそうね。もう一つ、横浜発祥のラーメンといえば家系ラーメンだな。家系ラーメン、有名よね。豚骨醤油ベースの濃厚なスープに、太いストレート麺、チャーシュー、ほうれん草、海苔がトッピングされているのが特徴だぜ。こってりしてて美味しいのよね。1974年に、吉村屋が発祥とされていて、そこから全国に広がったんだ。横浜ってラーメン文化が豊かなのね。次は崎陽軒のシウマイだな。あ、有名よね。駅弁で食べたことあるわ。横浜名物として全国的に知られているぜ。冷めても美味しいように工夫されているんだ。お土産にもぴったりよね。実は横浜には牛鍋の文化もあるんだぜ。牛鍋？すき焼きとは違うの？文明開化の時代、外国人居留地があった横浜では牛肉を食べる文化が早くから根付いていたんだ。牛鍋は牛肉を味噌や醤油で煮込んだ料理だぜ。歴史ある料理なのね。横浜には日本初のものも多いんだ。日本で最初のアイスクリーム、アイスクリーンは、横浜の馬車道で作られたんだぜ。アイスも横浜発祥なの？ 1869年のことだな。町田房蔵という人物が製造販売したのが始まりなんだ。すごい、150年以上前なのね。ビール醸造も横浜山手で日本で初めて行われたんだぜ。お酒も横浜が最初なのね。特産品で言うと、横浜スカーフや横浜家具も有名だな。開港以来の伝統工芸品ね。中華街では中華菓子もたくさん売られているし、横浜ビールという地ビールもあるぜ。食べ物も飲み物も、お土産もいっぱいあるのね。横浜に行ったら何を食べようか迷っちゃうわ。横浜の文化やイベントについて紹介していくぜ。横浜って一年中いろんなイベントがあるイメージね。その通り。まず毎年6月上旬に開催されるのが横浜開港祭だな。開港を記念したお祭りなのね。1859年の開港を祝うイベントで、花火大会やパレード、ステージイベントなどが行われるんだぜ。花火が見たいわ。7月には横浜スパークリングトワイライトというイベントもあって、こちらも花火が上がるんだ。夏は花火の季節ね。1月下旬から2月上旬にかけては、横浜中華街で春節が盛大に祝われるぜ。春節って中国のお正月よね。そうだぜ。獅子舞や龍舞のパレードが街を練り歩いて、とても華やかなんだ。異文化を体験できるのね。秋にはスマートイルミネーション横浜というイベントがあって、最新の LED 技術を使った光のアート作品が街を彩るんだぜ。綺麗そう。11月には横浜マラソンも開催されるな。市内の名所を巡るコースで、毎年多くのランナーが参加するんだ。走りながら横浜観光できるのね。季節の見どころもたくさんあるぜ。春は三景園や山下公園周辺の桜が美しいんだ。お花見したいわ。横浜公園では約16万本のチューリップが咲き誇って、春の風物詩になっているぜ。16万本。すごい数ね。夏は八景島シーパラダイスで花火やイベントが楽しめるな。水族館もあるのよね。秋は三景園の紅葉が見事だぜ。
日本庭園と紅葉の組み合わせが美しいんだ。風情があるわね。冬は港未来のイルミネーションが街を華やかに彩るぜ。クリスマスシーズンは特に綺麗なのよね。横浜赤レンガ倉庫では、本格的なクリスマスマーケットも開催されるんだ。ヨーロッパみたいね。横浜中華街でも春節があって、冬も楽しめるイベントがあるんだぜ。一年中、どの季節に行っても楽しめるのね。横浜って本当にイベントが豊富だわ。最後に、横浜市の現代の取り組みについて見ていこうぜ。横浜市って今どんなことに力を入れているのかしら。横浜市は日本最大の市として、様々な先進的な取り組みを進めているんだぜ。具体的にはどんなこと？まず環境分野だな。横浜市は環境未来都市として、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを進めているんだ。地球に優しい街づくりをしているのね。再生可能エネルギーの導入や、省エネルギーの推進、緑化推進なども積極的に行っているぜ。大都市だけど環境にも配慮してるのね。国際都市としての取り組みも特徴的だな。横浜市は世界各国の都市と姉妹都市、友好都市関係を結んでいて、国際交流を活発に行っているんだ。開港以来の国際性が今も生きているのね。観光面では、マイス誘致にも力を入れているぜ。マイス？ミーティング、インセンティブ、コンベンション、エクシビションの頭文字で、国際会議や展示会のことだな。難しそうだけど、経済効果がありそうね。パシフィコ横浜という大型コンベンション施設があって、多くの国際会議や展示会が開催されているんだぜ。へえ、そんな施設があるのね。子育て支援にも力を入れていて、待機児童の解消や、子育て世代への支援策を充実させているんだ。家族で暮らしやすい街づくりをしているのね。横浜市は人口が多い分、課題もあるが、それに向き合って様々な政策を実行しているんだぜ。日本最大の市として、お手本になるような取り組みをしているのね。これからも横浜市の挑戦は続いていくんだろうな。横浜市、本当に魅力的な街ね。開港から約160年、小さな漁村が日本最大の市へと成長した歴史は、まさに日本の近代化そのものだな。中華街や港未来だけじゃなくて、知らないことがたくさんあったわ。日本初のものが多いのも驚きだったよな。鉄道、ガス灯、水道、アイスクリーム、ビール。横浜が日本の近代化をリードしてきたのね。港町として異文化を受け入れ、新しいものを生み出してきた歴史が、今の横浜の魅力につながっているんだぜ。視聴者のみんなは、横浜のどこに行ってみたいかしら？コメントで教えてね。私は中華街で食べ歩きしたいな。私も、それに港未来の夜景も見たいわ。次回もお楽しみに。チャンネル登録と高評価、よろしくね。それじゃあ、またねー。